それでは羽田へ行こう。こんにちは、ナビゲーターの有後藤です。今回は現在の取り組みルールの下で歴代横綱が築き上げてきた強さを示す記録の旅へ皆さんをご案内します。雷電や谷風の持つ異次元ともいえる記録もご紹介したかったのですが、興行形態も取り組みルールも現在とは違っていますので、今回はなしです。名横綱の取り組みを観戦しながら、彼らが築き上げてきた偉大な記録を知りたいと思う方は、ぜひ今回のツアーにご参加ください。記録は事実です。事実ですので、そこには忖度もありません。また、今回の旅は、純粋に強さを知ることのみを目的としていますので、横綱として求められる品格とか、相撲道とか、強さの記録として証明できないもの、個人の価値観によって違いが生じるもの、そういった忖度が入る要素は一切なしのツアーになります。それではいざ、歴代の名横綱たちが強さを刻んだ記録の世界へ。大相撲の歴史は江戸時代から始まります。この長い歴史の中で最高位の横綱まで上り詰めることができた力士は、わずかに73人しかいない、とても貴重な存在です。それほど横綱になるためのハードルが高いということですね。一つ、前もって横綱の名誉のために断っておきますが、横綱は実力があって認められた存在なので、どの横綱も強いです。弱い横綱なんていうのはいません。弱かったら横綱になれませんよね。さて、本題です。今回はその強さを知るための6つの項目を準備しました。優勝回数、全勝優勝、連勝記録、横綱勝ち星、横綱勝率、横綱在位期間、この6項目です。勝ち星や勝率は力士としてではなく、横綱としてどれだけ実績を残したかという観点から横綱昇進後を基準としました。次に強さを知るための横綱選定についてです。横綱審査委員会では横綱昇進を決める基準の一つに、大関で2場所連続優勝またはそれに準ずる成績であることと定めています。この前者の大関で2場所連続優勝という基準を参考にしまして、優勝回数を基準にしました。優勝回数2桁以上の実績を持つ横綱。ただし、公平性の観点から、現在の個人優勝制度が確立されてから記録を築いた横綱が今回の対象です。それでは、優勝回数10回以上という素晴らしい実績を持つ歴代横綱の入場です。第31代横綱常の花優勝回数10回。第44代横綱栃錦優勝回数10回。第45代横綱若乃花優勝回数10回。第64代横綱曙優勝回数11回。第35代横綱双葉山優勝回数12回。第67代横綱武蔵丸優勝回数12回。第54代横綱輪島優勝回数14回。第65代横綱貴乃花優勝回数22回。第55代横綱北の海優勝回数24回。第68代横綱朝青龍優勝回数25回。第58代横綱千代の富士優勝回数31回。第48代横綱大鵬優勝回数32回。第69代横綱白鵬優勝回数45回。
ギネス認定記録。とはいえ、中にはその力士自体をご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、映像という形で力士をご紹介したいと思います。力士の取り組みはランキングの合間に歴代順にご紹介していきます。最初にご紹介する第31代横綱の常の花なのですが、映像を準備することができませんでした。申し訳ございません。次は第35代横綱、相撲の神様と呼ばれた双葉山と、昭和横綱の第一人者とされる第32代横綱、玉錦の取り組みです。12戦全勝の双葉山、10勝2敗の玉錦、横綱同士の対戦です。今場所も全勝、勝って5場所連続制覇、65連勝中の双葉山、館内超満員です。双葉山、玉錦には3連勝中、立ち上がりました。右四つになりました。双葉山寄ります。双葉山寄る。双葉山上手投げ、外掛けで残しました玉錦。右四つ、左の上手が引けません玉錦。右の差し手を返しています双葉山。やや腰が高くなりました両力士。双葉山寄らんからの体勢、玉錦残しています。土俵の中央右四つ、ここで水が入りました。行司20代木村庄之助水入り、先頭再開です。依然として右四つ、差し手を返す双葉山、上手が引けない玉錦。双葉山寄りました。双葉山寄る、寄りました。寄る、寄り倒し双葉山の勝ち。双葉山5場所連続の全勝優勝、合わせて66連勝です。あけぼの0回、栃錦、若乃花、武蔵丸1回、常の花、輪島3回、貴乃花4回、朝青龍5回、北の海、千代の富士7回、双葉山、大鵬8回、白鵬16回、ギネス世界記録。第44代横綱栃錦と第45代横綱若乃花の栃若時代の幕開けとされる一番です。28年春場所、この一番は昭和の相撲史に残る名勝負と言われ、ここから栃若時代が幕を開ける。少し若乃花、時間はいっぱい。合わさる行司玉之助、軍配を返しました。さあ立った若、左が入った若、寄った栃木広下、巻き替えた、右が入った右四つになった。少し頭をつけて食いたがる。今度は離れた、差し手争いになった。激しい差し手争いだ。若はたいて右からはたいて残った右が乗りて若乃花、また離れた、また離れました。ものすごい差し手争いだ。頭をつけようとする、顎を引いている栃錦。若右から相手の左の回のを抱えました。若絞った、若乃花絞りました。栃錦頭をつけて食い下がった。出し投げ乗った。栃寄った、栃の出し投げ残った。栃錦釣り寄りだ。栃錦釣り寄り残った。若左から手ごを取っての回しが切れた。回しが切れました。栃錦頭をつけていきます。もっといが切れた。栃錦のもっといが切れた。栃寄った、なおもやった、白星が寄った。若残った。右へ回り込んだ。右へ回り込んだ。大相撲を出す。若上手を取りました。左の手も引きました。胸が合いました。左四つがっぷり胸が合いました。動きが止まりました。ようやく両力士の動きが止まりました。左足を前に右足を後ろに引いている両力士。正面を背にした栃錦、向こう正面を背にした若乃花。水が入りました。ついに水が入りました。処置の栃錦、さあ勝負再開です。左四つ、左下手、右上手を引いている土俵中央だ。栃錦、まわしを引きつけます。上手投げ残った。外掛け、栃錦の勝ちであります。土俵の真ん中、左外掛け、栃錦の勝ちであります。次は第48代横綱大鵬です。力士には自分の型というものがありますが、この大鵬には自分の型がありませんでした。大鵬はそれを逆手にとって、後世に至ってもどの力士も真似できない大鵬独自の変幻自在の型で記録を築いていきます。白鵬時代を築いたライバル柏戸との一番から。庄之助の軍配が返りました。さあ立った。左が入った大鵬、右の上手を取りました。右手は大鵬断然有利。柏戸右から懸命に追っつけた。柏戸右を真っ赤にいった。大鵬寄った、西に寄りました。柏戸懸命に寄り返しました。左四つ、
ついに柏田巻き替えを諦めました。左四つ、互いに上手下手の回しを十分に引き割った。柏田懸命に土俵中央に寄り返しました。左四つ、大鵬有利の組み手、柏田釣り目を見せました。大鵬ぐいとこらえました。柏田懸命に釣り目を見せた大鵬、逆に釣り上げた、釣り出し、大鵬の勝ち。柏田いいところなく敗れ去りました。常の花記録なし。あけぼの16連勝。武蔵丸22連勝。栃錦若乃花24連勝。輪島27連勝。貴乃花30連勝。北の海32連勝。朝青龍35連勝。大鵬45連勝。千代の富士53連勝。白鵬63連勝。双葉山69連勝。下手投げを得意とする力士は大成しないと言われてきたジンクスを破り、黄金の左と呼ばれた第54代横綱輪島、一方憎たらしいほど強い横綱と言われた第55代横綱北の海、2番続けてどうぞ。
常の花131勝、双葉山180勝、武蔵丸216勝、若乃花254勝、栃錦292勝、貴乃花429勝、あけぼの432勝、朝青龍463勝、輪島466勝、大鵬622勝、千代の富士625勝、北の海670勝、白鵬899勝。昭和最後の大横綱、第58代横綱千代の富士。優勝決定戦までもつれ、最高瞬間視聴率 65.3% を叩き出した一番。左四つ、胸が合います。横綱引きつけます。決定戦だ。かの海釣り立ちの勝ちです。昭和56年初場所優勝をかけます。頭をつける千代の富士。出る北の海。千代の富士優勝。14勝1敗。見事に関脇で初優勝を果たしました。おめでとう千代の富士。外国人初の横綱力士、貴乃花のライバル、第64代横綱あけぼのの一番です。左上手はあけぼのです。左から押っつける貴乃花。貴乃花寄る。貴乃花寄る。上手を引いた貴乃花。寄る。残るあけぼの。寄る。よく残りました。さあ出る貴乃花。下手投げ。あけぼのの勝ち。武蔵丸 7.63、 輪島 7.66、 栃錦 7.77、 あけぼの 7.80、 若乃花 7.94、 常の花 8.09、 北の海 8.11、 貴乃花 8.13、 朝青龍 8.36、 千代の富士 8.48、 大鵬 8.58、 白鵬 8.75、 双葉山 8.82。貴乃花がライバルあけぼのを制し、第65代横綱昇進を決めた一番。貴乃花寄る。残ったあけぼの。小手投げ。貴乃花もろ差し。あけぼの寄る。貴乃花全勝優勝。2場所連続の全勝。30連勝。武蔵丸があけぼのを倒し、2場所連続優勝を決め、第67代横綱昇進を決めた一番。貴乃
双葉山17場所、常の花20場所、若の花25場所、武蔵丸27場所、栃錦28場所、朝青龍42場所、輪島47場所、あけぼの48場所、貴乃花49場所、大鵬58場所、千代の富士59場所、北の海63場所、白鵬84場所、ギネス認定記録。問題を起こして世間を騒がせたこともあった。でもそれ以上に大相撲を盛り上げてくれた。第68代横綱朝青龍、第69代横綱白鵬、2番続けてどうぞ。さあ優勝決定戦、奇跡の復活優勝なるか、4連覇なるか。左が入った、左四つ、右の上手、片足だ、頭をつけ朝青龍、右の前回しを取った。朝青龍がいい形を作りました。引きつけた、引きつけた、朝青龍やった、朝青龍やった、寄り込み、朝青龍奇跡の復活優勝、5場所ぶり23回目、あの貴乃花を超える23回目の優勝、時代を引き戻しました。寄り切って朝青龍の勝ち。さあ時間になりました。決戦です。日本中が注目する中で、そしてモンゴルの国の中も大騒ぎだと思います。白鵬でしょうか、朝青龍でしょうか。右四つ、巻き替えた。さあまだ上手が取れない。白鵬上手を取った。白鵬が先に上手を取りました。向こう側で上手を引いています。白鵬下手の勝ち。しかし朝青龍の上手を引いた。引きつけ合い、力比べ、意地と意地の力比べ、がっぷりです。上手を切りにいった。切れない。さあ大相撲になった。もう一度引きつけた。釣り上げた。重心が引き、上手投げ、白鵬の勝ち。白鵬優勝。歴代横綱と強さの記録を振り返る今回の動画、いかがでしたでしょうか。動画でもご紹介していたこちらの記録は、この動画の下にある説明欄の中から閲覧することができます。優勝回数10回以上の歴代横綱の記録というタイトルの下にある URL を選択すると、このように閲覧することができます。スライダーを動かせば項目別に閲覧できます。シートは力士別、順位別、ギネス記録別の3枚になっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
凍えた両手に息を吹きかけてしばらく体を温めて